完全に怪しい格好ですよね。俺自身が全身真っ黒いやまだ距離があるかなと思ってウーバーに乗ってしまったんですけど、240円も払ってガチ20秒で着きました。残念だよって。まあでもね、どこが入り口かよく分かってなかったんで、まあしょうがないっちゃしょうがないですね。ここがキャッスルオブグッドホープです。入っていきたいと思います。いくらかかかるんですよね、入場料で。この周りが本当にすこぶる治安が悪いので、ホームレスがいっぱいいる感じですね。まあ行く時は遠回りしていくか、今のルートはまあわりかしそんなに危なくなかったと思います。遠回りしていくか、ウーバーを使う方がいいと思います。50ランドなのでいくらだ。ここは1660年代から70年代にかけて、オランダの東インド会社の、住居として作られたものだそうです。いやー、この砦はオランダが自分たちをこう南アフリカの人から守るために作ったんですよね。攻めてこられないように。なんか感慨深いですね。他の彼らにとっては未開の地を占領して、こういう砦を築いて自分たちの領土を広げていくっていうのは。でご覧のようにですね、あそこにケープタウン中央駅があって、でその前に分かるかな、もう端っこの方しか見えないんですけど、スラム街が広がっています。で電車はなるべく使うなっていう風にどこのサイトにも書いてあるんで、今回は電車には乗らずに、電車の旅は次のインド旅行までお預けっていうことにしたいかな。これは独房らしいですね。なんか悪いことした人が入れられてた。もしくはどうなんだろう、現地の人を入れてたのか、オランダ人を入れてたのか、まあ後のイギリスですけど、イギリス人を入れてたのかはちょっとよくわかんないですね。いやー、なるほど。バシリ監獄のが嫌でしたね。でここが雑居房で、今のが独房ですね。すごい、なんかドラえもんの映画とかでその架空の世界に行った時にドラえもんたちが閉じ込められる牢屋ってこんな感じですよね例えが分かりづらいですかね。ドラえもんが大好きなんだよね。本当アフリカに来てからかなりアフリカというかその旧植民地諸国と西洋諸国の関係について考えさせられますね。やっぱアフリカってルワンダも含めですけど、まだまだ本当に発展してないところが多いので、アジアと比べて特にそう感じるんですけど、だからそれってやっぱり奴隷貿易だったりとか植民地主義だったりとか、そういう国際情勢に振り回された結果なのかなっていうふうに考えてしまうことが多いですね。ここが、ケープ植民地時代の、ケープ植民地時代なのかな、オランダの支配時代の、長官の家です。レジデンスって書いてありました。へえすげえ本当に豊かだったんですね、オランダって当時。海王国オランダ、もうオランダの時代でしたもんね、17世紀は。
18世紀かな、18世紀がオランダの時代でしたもんね。ポルトガル、スペインからオランダに覇権が移った時代です、18世紀は。はい、じゃあちょっとケープ植民地の歴史を、確認したいと思います。まずですね、このケープタウンを初めて見つけたのは1488年に、ポルトガル人のバルトロメウ・ディアスっていう人が見つけたらしいです。で、その意思半端のバルトロメウ・ディアスね、1488年で覚えた気がします、世界史の勉強で。で、その後ポルトガルが少し、この補給地として支配したんですけど、その維持が難しく、それを放棄しました。で、その後に当時、バタビアっていうインドネシアの土地に拠点を置いていたオランダの東インド会社が、オランダと、インドネシアを結ぶ、補給地と、結ぶ航路の、補給地が必要だったので、その補給地としてこのケープタウンに目をつけて、それ以来オランダの、東インド会社の、補給地としてのケープタウンが始まりました。でそれが、1652年のことで、1652年にオランダの支配が始まりました。でもちろんインドネシアとオランダは、スエズ海峡方面というか、当時のトルコのオスマントルコの方を回れば早いんですけど、トルコとヨーロッパの関係がすごく悪かったので、ケープタウン、周りで行かざるを得ない状況でした。なので1652年は、露骨にトルコをエスケープで覚えた記憶があります。1652年露骨に、で1652年ですね。でエスケープで、ケープタウンですごい我ながらいい頃を考えたなと思っています。で、その後ナポレオン戦争の時に、オランダが、フランスに支配されていたので、フランスに対抗していたイギリスが、ケープタウンを占領することになります。5000人で占領したそうです。で、その、5000人のイギリス人で、ケープタウンを占領したわけですけど、当時のオランダからしたら、あんまり戦略的にもはやケープタウンは重要じゃなくなっていたので、特に反発しなかったというふうに、言われています。でそんで、その時にケープタウンにいた人たち、オランダ系の人たちをブール人って言うんですけど、ブール人は、アフリカンス語っていうオランダ語の方言を使っていました。ですが、イギリスの植民地になった時に1816年でしたっけ、その辺の、になった時に、英語の使用を、強制して、アフリカンス語の使用を、禁止しました。なのでこの南アフリカでは英語がかなり通じるんじゃないかなというふうに思います。で、アフリカンス語の使用を禁止したことが一つ、さらに、奴隷制を廃止しました。で南アフリカはかなり、奴隷制を活用した、大規模農地で栄えてたこともあって、当時そこに住んでたブール人の反発を呼びました。でその結果、イギリスと、南アフリカの、ブーア人が、戦争をすることになったそうです。これはプールって書いてありますね泳ぎたくね一番端っこです。
やっぱりあそこにね、ちょっとホームレスの人たちが集団で住んでますね。でもやっぱり綺麗な街ですね、本当に。治安もそこまで悪くないし、イギリス味、オランダ味、アフリカ味、それを足したら、めちゃくちゃいいものになるのは間違いないですよね。オランダ行ったことないですけど、アフリカは本当好きだし、イギリスも雰囲気も好きなので、かなりケープタウンはいい街なんじゃないかなと思います。あれがスレイブロッジです。さっきの要塞からは徒歩10分ぐらいで来れます。でここは、東インド会社のもともとは、奴隷が暮らしたとこなんですけど、今は、東インド会社時代に、集められた、東インド会社の取引があった、国々の、物産品が並んでるそうです。